旬の海のルアーフィッシングをお送りするソルトギャラリー。今回の舞台は渦潮で有名な日本一潮流が速い鳴門海峡。この周辺の海域では秋から冬にかけてオフショアのジギングが最も盛り上がりを見せるという。夏秋のハマチであったりメジロであったりというのも楽しいんですけども、やはりでかいブリが狙って取れるっていうのは待ちに待ったシーズンですね。アングラーは大阪在住の山本勝樹。日本国内にとどまらず海外にも足しげく通うオフショアソルトルアーの名手だ。そんな山本が1年を通して最も熱くなる釣りがなんとフィッシュイーターのタチウオがベイトフィッシュに。ブリサイズともなればこんなサイズのタチウオも人飲みにしてしまうという。そんな大型のブリに効果的なのがシルバーのロングジグを使ったタチウオパターンの釣り。そしてそんな38センチ350グラムもある大型のメタルジグに合わせるのは一見頼りなく見えるこの細身のロッド。これには山本が釣りをとことん楽しむための理由が。ロッドはやっぱりこう曲げてがっちり曲げて魚と対峙してファイトするのが面白みかなと思います。そんな細いロッドでそんなトルクあるのっていうのが今回見てもらえるかなと思いますんで。出船場所の和歌山マリーナ。お世話になるのは山本が古くから付き合いのあるエムズ・ジャーク。気心の知れた船長とあうんの呼吸で大型のブリを目指す。結構潮はいってるから重さの感じはいい感じ。軽くすると食うのか重いまんまがいいのか悩めるとこやね。次ちょっとタイプを変えて、さっきまで頭からダートのタイプやったんですけど反応が蓋流しなかったんで、次サイズは、長いまんまでバックスライド系のスリムのジグに変えてみます。上に泳いでってたまにふわーっと流されるというか自分の位置に戻るための動きをするようなのが、これがバックスライドでこれができるんで、その普通のジギングよりは多分振り幅が狭く振ってますね。で5番っていう番手で 350g 抱かせてロッドのその反発をちょっと殺すような感じで使ってます。つまりずっとこう今ジグ置いてるだけでこうやって持たれてる状態でこのまんましゃくりに持っていく。で要は無駄に跳ねさせすぎないで、このちょんとポンって置いた時にここでバックスライドでジグがひらひらっとタチウオが上上がったのがこう元へ戻るような感じのところを演出してます。タチウオのこの本格的なタチウオパターンジギングのシーズンの鳴門になった時って、シーズン初期によく見られるのはこういう潮が走り始めのタイミングとかガーッと潮が早く行き出したタイミングで新子とかタチウオの指2本ぐらいのやつとか1本ぐらいのやつが水面を流されてくるのがよく見えるんですよ。でそれを鳥がつついたりするんでつまんだり取ったりして走ったり飛んだりするんで、それを見ると確実にタチウオを追いかけてるし食われてるし、そういう風に浮いてきたっていうことは要は水中の中でちょっと傷つけられたりとか襲われて驚いて仮死状態になったりとかっていろいろあると思うんで、その判断がまだちょっと今日はできてないかな。どっちかいうとそういうのを目撃もしてないし鳥が空中で餌を奪い合うっていう感じもまだ見てないんで、その辺も僕キョロキョロ釣りしてる最中してると思うんですけども、僕の場合は落としてる時は集中してフォールスピードをコントロールしたりとかいろいろしますけど、しゃくってる時は割とあっちこっち見てるかな。最初の3回5回ぐらいはちょっとロッドティップとか見たりしますけども、あとはもうキョロ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 してますね。その分今使ってるロッドは
本当に感度がいいんで食い上げたりとかも分かるし、で何かが触ったなとかっていうのも分かるんで、その辺は、このロッドを使ってるのは正直そうですね、情報量多いっていうのは、まあどのロッドでもそうですけど、情報量多くて高感度っていうのはあった方が絶対プラスですね。船も増えてきたし、しゃくってはる方もおるし、そろそろなんかなという気はしますが、今日の潮でいくと船長と喋ってたら昼前後が次この南側って言われるそのポイントを大きく移動した鳴門ハザンの反対側は下りの潮でチャンスっていうことなんで、今そこをポイント浅いところを打ってからちょっと深めのところへ来たりとかして今探ってる状態で、この1時間2時間を1時間半ぐらいかな集中してやる感じになると思いますんで。すると船長がはい、本命いきますか。了解です。ウォーミングアップですね。それはなんか潮のタイミング、多分タイミングないと思います。船長の中で持ってる本命行こうっていうことなんで、ワクワクだけですこの日鳴門海峡の南流が最も早くなるのが午前11時50分。船長はそのタイミングでブリの杭が立つ限られたポイントを長年の経験から割り出していた。狙いは当たるか。ナルトのブリを見したいね。よし頑張るよ。メタルジグはロッドパワーに対しては重めの 350g。 5番怒りのゼナック怒りの5番645ですね。 FB645 でちょっともっと柔らかめに、ちょっとややしゃくれてんのっていうぐらいになるかもしれないけど、それぐらいの男性を殺したゆっくりこうほんまにこう立ち上がっていくぐらいのしゃくりでやってみます。怒りのロッド、これ開発に携わらせてもらって、基本的には誰がしゃくってもしゃくりやすいことで、あと高反発で高強度っていうところがあるんで、そのバンバンしゃくればジグ飛びすぎます。で表記にぴったり合わせたらそれこそ思った以上にジグが飛びます。っていうことは今までこれぐらいで振ってたのを半分ぐらいにしてもらえれば同じぐらい飛びますよってジグがっていうことなんで、そこをうまく使ってもらうのと、このタチウオパターンっていう時は大阪湾もそうですし鳴門もそうですし、ちょっと管子は違うんですけども、明石もそうなんですけども、あえて柔らかい番手の竿に重いジグを乗せて男性を殺しながら、その高反発のパンパン弾くようなところを殺しながら高強度っていうところをうまく使うっていうのが一番いいんで、要はもたれさせてしゃくるみたいな形なんですけど、それを長く続けても怒りのロッドは楽ですね。で実は独特なブランクになってるんですけども、感度はやっぱりいいです。でこっちのセクションが実はグリップジョイントオフセットハンドルでグリップ抜けるんですけども、それによって中空によし食った、喋ってる時に食ったやつはいい、やっぱりよし食った。慎重にいくね。いやまだ分かんない、多分そうやと思うけど。上がってこんもんこいつ。この日一番の引き、ロッドがぶち曲がる。
いやいやゾーン入っとるね。今日じゃねえ。巻いた分出し合った。よし、時間かかってもいいからあげようね。やり取りとかもね。楽です。上がってくるんで、こうやって首振ってますけど追従してくれてるんで。5番です。64の5番、僕の大好きな5番です。激しい抵抗が続く。よっしゃリーダー行くよ。ブリだ。おっしゃ取ったーよっしゃ来たー前田サンキューよしすごいっしょ。まん丸でしょ。350。よし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 。針がかりはバッチリ。コロンコロンやん。この太さ立派なブリだ。おっしゃー、これナルトのブリです。コロンコロンでしょ。これぞタチウオを飽食している丸々とした魚体。背中見ます？この太さ。これが僕らが求めてるナルトのブリです。自分の釣りを貫き見事手にした本命ナルトのブリ。